俯瞰で見た時にこうなってしまう人はめちゃくちゃ多い。こんな感じになってるというわけ。全部みんなこう。みんなこの煽り。カイナット書いてくんなよ、ほんと。殺してくれ。背景と人物が合ってるかわかりません。全然合ってねえな。あまりにも適当すぎる。まず、ここはなんやねんと。道路なんやろうけど、こういうところで調べが足りなさすぎる。こういうところってすごい工夫されてて、公園だろうがなんだろうがとかね、横断歩道になる前とかに、よく整備されてるところやったらね、この展示のブロックとかがあったりだとか、道路とかでも飛び出したりしたらあかんから、いろんな工夫がされてあんのよ。ここから横断歩道に切り替わりますよポイントみたいなのをつけてたりするのよ。で、あと、桜並木がこうやって生えてるけど、公園内になったりすると、ここもしっかり脇立てておくとか、桜並木に入っちゃいけませんよみたいな感じで、すると、高さとかも低すぎんのよ。桜そんな触れる距離にないやろ。みんなね、こう桜を描くときは枝を描くんだよ。枝を描いただけで桜っぽくなんねん、こうやって。桜の生え方なんてのは、枝が伸びてって、で、先っぽら辺で、パッパッパって生えてんねんからな。ブロッコリーになってんだ、これ。ブロッコリーみたいに生えてるわけじゃないねん。もっと勉強しましょう。じゃあ次。これ何？前後感ね。このベルトの位置やったりすると、胸の下についてるような感じになってんだよ。2段階ぐらいにしか見えないわけ。人の体って2段階の認識じゃないね。胸部とくびれの位置と、こうじゃない。この1、2、3で、みんな多分判断してると思うね。上から見たときに、1と2しかないのよ。だから、胴体短くねっていう風な感じになる。鑑識さんの服装やねやったりすると、ソシャゲのキャラ以外こんなとこにベルトつけるやつなんかまずおらへんから、この腰あたりにつけてなってると思うね。じゃあ、このベルトって3番目のところの印なわけよ。じゃあ、この2番目をちょっと見せたらなあかんね。今ここが全部省略されてるって感じ。というわけで、このボタンとかを傾けるようにつけといたら、段階あるんだなってのがわかるような。このあたりもくびれに向かうようにして。じゃあ、シルエットは変わってないけど、体が伸びてるように見えるはず。伸びたよ。頭身が。金具とかついてあんのも、そこに何があるっていう風に認識をさせるためにあんのよ。こういった角度って見慣れないけども、正面見た時とかに、ベルトって大体腰あたりにあるよなとか、胸っていうのは大体このあたりにあるのよなっていう人様のイメージにやっぱあるわけよ。何かがついてるところは大体人の位置として、この辺にあるんだなっていうのがわかるから、こういうのを目印として書いといてあげると伝わんのよ。ベルトがついてるところって腰やのに、胸のすぐ下についてんのっておかしいよね。だから頭身がみんなのイメージの中でパッと見た時に、こういう感じに見えてるわけ。こういうイメージやろ？この状態って。こんな感じになってるというわけ。俯瞰で見た時にこうなってしまう人はめちゃくちゃ多い。だから、くびれが見えてないと、太く見えちゃうから。これだとすごい太ってるように見えるやん。だけど、ピッてやって、こうやると、すごい細く見えるよ。ちょっと書き直してこようか。じゃあ次。このユリウスくん描くときは、もう少し顔を縦長にした方がぽくなるかな。輪郭曲げるところ、少し高めぐらいから曲げるぐらいの方がユリウスっぽいかな。このリゼロの作者さんの顔つきが大体そうだから、普段より少し吊り上がってるようなイメージで描いた方が似ると。課題は合格でいいです。タイツなの？タイツっていう割には、処理の仕方が硬いから、今のこの処理の仕方やったりすると、皮みたいに見えるから、輪郭とかはあまりはっきりしない方が良かったな。靴下とかタイツっていう風になるんだったら、この辺とかのもっとね、滑らかにするべきやったね。まだブーツみたいな感じでちょっと硬いのよね。例えばここ、指とかをさ、もっと立てたりして、少しここに透け感とかも付け足したりするとさらに良かったよね。そうするともっとタイツフェチにも刺さったやろうから、伸びたんじゃないかなって思うけどね。課題としては OK でいいでしょう。全体見せてしまってるせいで距離感感じないのよ。それだったらこれぐらいの方が全然いいのよね。力が分散してしまってんのよ。そのバーンと出してるコーデみたいのね。コーデみたいんやけど、上も下もあったりすると、広がり方がこう見えちゃうのね。本来ここだけ見えてほしいやんか。こっからここまでの距離ってこんだけ。ただ実はこれ差が出てんのよ。今全体で見てしまうと、下の赤い三角形の距離で見えるから、これぐらいの深さでしか見やんくなっちゃうのね。上だけを見せると、まだもうちょっと深くなるかなってところ。で、これでさらに見せるんだったら、足も前に出てるわけやん、これ。
この靴も、かかとをこちら側に見せるようなつもりで。でもここまでやったら足りひんから、抜けて、こんな感じ。これぐらいないと、伝わらんかったかな。まあ次、思わぬ。背景のライトって、お祭りだったりすると、提灯とか、真っ白い LED ライトとかじゃないやん。オレンジっぽくなってるライトで光ってるとこが多いやん。それで塗らなあかん。これやったら普段の白い LED のライトになっちゃってるわけよ。だから、建木屋さんの中がライトで光ってるとするじゃん。このライトで色付けするって感じよね。結構単純よ。これを夜中の祭りでやってるっていうんだから、夜やから暗いよね、と。で、光が入ってますよね、みたいなね。ちょっとオレンジっぽくなってるよね、とか。で、ライト当てるよね、みたいな感じでやっていくのよ。だからこれって何も決まってないのよね。夜やねやったらしっかりとこう夜く落とさなあかんから。で、落としてから何で光ってんねやろなっていう風に決めていかなあかん。東。この髪の毛削れてんのは何ここ？リボンくぐってんじゃないの？逆光にしてんのいいけど、これだけ真っ白かったりすると、かなり顔が暗く見えるから、白背景とかにする場合は、もっと顔は明るめに描いときなさい。逆光はね、はっきり言ってね、物は売れないですよ。絵描きが好きなだけでね、商品としては売れないんですよ。あと、こう重なったところにはしっかり墨溜まりを作っとく、これ、ぐっと。こういうところやな。課題は合格でいいでしょ。次、これな。亀かいこれは。これやったら、首は伸びてるやん。コロさんは亀じゃないね。カイナッツォじゃないのよ。なんで誰も判明しやがってみんなあんまり知らないな。全部みんなこの煽り。カイナッツォ書いてくんなよ、ほんと。まっすぐ立ってる状態で書かなきゃいけない。斜め下、45度。これで書きましょうね。こっち向いてるんですからね。で、次、豆空。わかってる？下から見るって。顔を下から見たらどうなんの？横にしか見てなくないか？俺は下から見るんですよ。下から見たら、上についてるもんなんか見えへんよな。耳の付け根なんか見えへんよな。胸下ベルトマンの胸の下が見えるよな。下が見えるようになって上のものが見えないよね。だからこれは何ですか？上は見えてるし、下は見えてるし、何ですかこれは。肩の上が見えんのは俯瞰ですやん。これはじゃあ何なんですかこいつ。煽りじゃないですよね。じゃあ次。まず、暗闇とか言ってる前に、俯瞰で見てんのか、煽りで見てんのか何なんかわからないのよね。こういうもんってさ、天井についてるやん。胸下ベルトガールがいるとするじゃない。俯瞰から見てたらこういう風な感じに見えてるわけじゃん。だけど、今見えてんのってここのあたりで見えてるやん。落ちてるやん。胸下ベルトガールがいたとするじゃない。この下にさ、ここ書かれても、地べたい。人がこの絵を見た瞬間に思ってんのはもうここ地面、空じゃないの。で、今、このイラストの空間って、こう見てんねん。星の落ち方も、この足元に向かって落ちていっておかないと、天井にこうやって星様がぶら下がってるようにせんなあかんねん。便利やな、昔したベルトがある。遠近を伝えるのにめちゃくちゃ便利やな、お前。こうやってぶら下がってるようになってないねん。星たちが全然。こうやって角度合わせなきゃいけない。じゃあ上から見てんのかなって分かりやすくなるよね。まずそのあたりからな。というわけで、首カイナッツォと胸シャベルトガールにも気をつけましょう。ファンアートお待ちしてます。はい、次行きまーす。折りキャラ。これは目線の寝取りが発生します。左右の大きさが違うのと、あと、ハイライトつけすぎ。この辺から見たらすごい気持ち悪くない？アスコラみたいに見えへん。で、この瞳ね、中の瞳がちゃんとこっち向いてんねん。なんでこっちの目が浮いてるように見えるかっていうと、下の白目が多すぎるせいで、ずっと眼球が上見てる状態になってんねん。これぐらい開いてるわけよ。この状態って目線シミュレーターを使うけど、この子の目ってどういう状況かってこんな感じよ。これとこれ一緒よ。こんな状態になってんねん。ゾンビみたいなことになってんねん。家の僕にこうやってこんな目可愛くされちゃって、目って自分の一番の顔やで。これさっきの目。全然ちゃうでしょ？次に、肩に骨が存在してない。肩と首の間にある、ここ。僧帽筋の意識がまるでない。肩があって、次に三角筋ができるから、ここの意識がないから腕が分離してるように見えんねん。こっちも同じ。何も意識してないから、そういうことになる。で、ここに胸出てるやん。ここに胸は出ない。鎖骨があって、小さい流れでも、ここに響板があるのよ。胸板の存在なくして胸を描くんじゃないや。この小さな胸板に世界の運命がかかってるんや。支えるものがないといかんわけだ。
まずみんなが勉強する胸じゃなくて、まずここ、首から肩にかけてよ。肩さえうまく動かせるようになったら、体ってすごい自由に描きやすくなるから、この一番最初の状態は、鬼滅の刃で初めて下弦の鬼が出てきた時の、無理やり糸使って人間のできない動きをさせられてるようなみたいな感じで、殺してくれ。こんな状態にさせちゃいけないですね。じゃあ次行きまーす。足に比べてちょっと上半身がちっちゃいね。あまりにも貧弱すぎる。シャニマスのイラストってなってくると、体の大きさと合わせるんだったらこれぐらいかな。足を見せたいっていうんだったら、魚眼の意識をしましょう。魚眼っていうのは近づいてくるものが大きくなる。ということは、先ぐらいからはちょっと対象物を伸ばしても違和感はないわけよ。で、ちょっとお尻のあたりが上がってるかな。このズボンの裾が深く入ってると、足が内側に向いちゃってるように見えるやんか。ここを、この円柱を深くじゃなくて、この浅くすることによって、足があっち向いてるように見えると。で、外に向けてラッピングラインを調整すると、外向いてるように見えると。これで、体の大きさと足の長さにこんなに違和感ないんじゃないかな。次、アスクさんですね。首がちょっと細く感じる。前かがみになってるってわけじゃないねんけどな。顎を出すのとひねるのとではちょっとまた変わってくんだよね。顔の角度的にこうなるんだろうな。光の方向に顔向けたらあかんのよ。めっちゃ眩しいから。だから、顎がこう引くような形になるのよね。パッと見違和感ないんけど、顎上げながら見えひんと思うね。だからこのニュアンスに沿って、この目の位置をちょっと上に上げてあげる。これが自然かなと。あとワンポイント雰囲気つけるんだったら、手で遮られてる影つけた方がいいね。こうすると、説得力が上がる。この顎のニュアンスってすごい大事なのよね。顎の位置によってぶりっこさって変わんねやん。上目遣いするときってさ、顎引くやんか。顎引いて、目を大きく見せるから上目遣いになるわけやろ？上目遣いにしてんのよ、これ。顎を引くことによってね。そういうことですわ。さてさてさて。この目だけ切り取ったら全然こっち見てるように見えへんやろ。これはもう目線シミュレーターで言うと、こういう状態よね。これダメですね。こう目線チェックが入りますね。はい、ダメ。次、耳の形がすごい汚らしい。斜めの意識が足りてないのよね。ここからさ、こうなってるわけやん。その意識がちょっと足りてないかな。耳はもうちょっと大切に描いてほしい。耳フェチが絶対いるから。耳下手くそな人は、むしろ描かん方がいいレベル。耳ってめちゃくちゃ立体発揮されるところやから、耳が下手やったらね、顔の立体が感じられんくなんねんな。次、これね、よくありがちなミスね。形変わってもうてんのわかるこれ。間違った影の付け方して。本来これ、下から見てんねやろ？こっち側が狭くなっていってるような傾き方をしてるわけやろ？こっちのここを書き込まないと。この辺こう書き込まないと。厚み削ってもでどないすんねん。こういうところね。アクセサリーがだいたい台無しにしてるな。こっち肩上がってんねやったらさ、この肩の装飾化って裏側に回っていかんなあかんのに、回り込んでいってないねん。肩が上がってるんや。肩の装飾化って上に上がるやん。適当に装飾書いてるだけやったら装飾で人の動き潰してまうことになるから、だいたいそれ。このイラストは。赤毛先生のメンバーシップに興味があります。入会に迷っているのですが、イラスト添削は受けられるのでしょうか？また、どんな添削でしょうか？メンバーシップは、帝国民プランと親衛隊プランの2種類があって、帝国民プランはメンバー限定のイラスト添削配信や座学動画が視聴でき、普段の配信中にイラストの質問ができます。親衛隊プランは帝国民プランの内容プラスクエスト添削が受けられます。イラストの添削を受けてみたい人は親衛隊、イラストの知識だけ欲しい方は帝国民プランがおすすめです。で、気になってるであろうクエスト添削とは、メンバーがお絵描き初心者ゴブルスとなって自由にイラストを描くのではなく、様々な課題イラストを描いて合格することが目的の添削だ。ランクアップシステムがあり、決められた課題をクリアすることで次のランクへ進むことができるぞ。初心者から立派なイラストレーターにランクアップを目指すイラスト添削になっている。入会した人いたら概要欄に視聴必須の動画があるから必ず見といて。ほな、限定配信でお疲れさん。